皆様こんにちは。米谷彩子です。この3年間コロナの影響を受けなかったっていう人は世界中でいないと思いますけども、私も長らく帰国できないで久しぶりに今清井ホール室内管弦楽団の公演で帰国中で、今ホテルでこのビデオを撮っています。今日は練習についてお話ししたいと思います。今まで順を追ってご説明してきたベーシックの表ですけれども、ディレン先生はアスペン音楽祭で5時間練習するプログラムを想定して1時間目をベーシックに当てるということであの表があったわけですけども、オーケストラのある日は3時間ということでした。オーケストラは3時間ありましたから。ただ私自身はあんまり1日に5時間練習するということをやったことがないんです。それである時ディレイ先生に練習ってどれぐらいしたらいいんですかって聞いたんですよね。そしたら先生が5時間っておっしゃられるのかなと思ったら、先生がある人はいっぱい練習しなくちゃいけないと思ってるし、ある人は練習しなくてもできると思っているというとっても曖昧な言葉が返ってきたんです。久しぶりにレオポルド・アワーの Art of Violin Playing as I Teach という本を読み直していたら、というかちなみにレオポルド・アワーという人はハイフェットの先生にあたり、チャイコフスキーコンチェルトについて、これは難しすぎるからダメだこんな曲はって言って初めは言ったんですけども、後で思い直してチャイコフスキーのコンチェルトの普及に努めた人です。ロシアの人なんですけど、その人はハイフェッツなど門下生に素晴らしい方々がいっぱい演奏家が出ていて、いわゆる19世紀のディレイ先生みたいな、そんな感じに当たる人だと思うんですけれども、この Art of Playing as I Teach という本が日本語に訳されてるかどうかがちょっとわからなかったんですけども、いろんな演奏家の人の話が載っています。例えばヨアヒム、ブラームスの時代の人ですね。ヨアヒムは昔の人っていうのは演奏旅行っていうのは列車でしたんですけど、そのコンパートメント、アガサ・クリスティに出てくるようなこの列車のコンパートメントの中でも練習するような人だったっていうような話が出てきます。今でも著名なバイオリニストでみどりさんっていう方は今でも世界的に演奏力で飛び回ってらっしゃるのに、日々5時間練習するっていうふうにおっしゃってました。それとは別に有名だったデイビッド・オーフって昔のチェリストですけど、夏のベケーションの時には自分のストラディをその金庫に全部突っ込んでそのまま触らなかったっていう話も載っていましたし、例えばサラサーテ、今はサラサーテの曲の方が有名ですけど、サラサーテも夏はぴったりバカンスを取って弾かなかったっていうようなことも書いてありました。それからハイフェッツのビデオにバケーションから帰ってきて次の日にやることはこの 2,3 分ぐらいの手慣らしをするだけでまたバイオリンをケースに戻すっていう、そういうビデオが出てますけれども、その徐々に手慣らしをしていくというようなことをやってましたけど、そんなことで人によるのかなと思いました。アウアーはちょっと面白いことを言ってたんですね。指で練習をすれば一日中かかるけれど、心で練習すれば同じようなことが1時間半でできると彼は言ってるんですね。私自身はディレイ先生のクラスは一応表もあって5時間練習ということでしたので、何回もやろうと努力したんですけど、自分の集中力が続かないっていうことであんまり頭が持たないっていうか、やったこともないから、あんまり練習という話題はちょっと極力避けたいみたいな感じで、あんまり考えたことがなかったんですけども、今は自分としては2時間ぐらいで3時間以内っていうのが一番
一番合ってるような気がします。もちろん日によっては2時間できない時もありますけれど。で、ディレイ先生のアシスタントの方で、生徒が弾けてない時は、練習の仕方が分かってないんだよねっておっしゃったことがあるんですよね。で、私はそれで、はたと考えて、練習の仕方ねと思って、それで効率のいい練習の仕方っていうのはあるのでしょうか。今日はそれについてですけども、最近ちょっと気がついたことがあって、皆さんのためにもなんか参考になるかなと思って、忘れないうちにこのビデオを作ってるんですけれども、私事になるんですけれども、この2年間ちょっと私は目の問題に悩まされました。2年前の夏に網膜剥離をしまして、それから去年はその網膜剥離をやったっていうことにおいて、白内障が出てきまして、それでその白内障2つの手術の後に今度はまたレーザー、それでその傷跡に覆ってくるからといってレーザーの手術なんかもしたんですけども、その網膜剥離っていうのはこう剥がれちゃったのをこう抑えるので、こうかなりガスで抑えるために、私の場合はこう上だったので、こう下をずっと向いてなくちゃいけないっていう、このガスが上に来るようにっていうことで、ずっと日中2、3週間ずっと下を向いてなくちゃいけないっていうことで、そのこうマッサージをやるみたいな、そんなチェアをやって、こうずっとやってなくちゃいけないんですけど、まあ、その台の下には iPad でも何でも置いて、見ることはできましたし、鏡を使ってテレビを見る方法なんていうのも、自分で編み出して、そんなことやってましたけど、それで夜もリュックサックを背負って、そちら側に向かないように、もし寝返った時にリュックサックが痛いんで、寝返りをしないようにとか、そんなことをやったんですけど、私はその旅もありますから、数日練習しないってことはありましたけども、その数週間、3週間ぐらい練習ができない状態っていうのは初めてだったんですよね。それで、今まで飛行機の中で楽譜だけを使って練習する人の話、特にリスキ者なんかの方に多いですけど、聞いたことがありましたけども、どうしても私はこの楽器を触った感触っていうのが好きなんで、どうしてもケースを開けてしまうと、こう楽器を触る、練習するというよりも触ってその音が鳴って、この音が反響するのが結構好きなんで、それでどうしてもこう楽器でさらってしまうっていう癖がありました。ただ、それでその夏の終わりにもコンサートがあるんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあチョイスがありませんから、まあその目だけでやるっていう、想像だけでやるっていう練習を、どっちにしろ下向いてなくちゃいけないですし、退屈だからっていうので始めたんですけど、その時コンゴールドのコンチェルトをさらってて、それでこっちで今その記憶についてっていうのは、この記憶とかを学ぶことはこう抑え込んでこう全部の情報を全部入れるっていうんじゃなくて、いかにそれをリトリーブ、それを小出しに出してくるかっていうことをすることで自分の身につくっていうようなことを言ってる人がたくさんいるんですけど、そういう感じでこうちょこちょこっとこう少しずつこの曲を目で見てやってみたんです。それで驚くことに1、2楽章は数週間全然ダメでしたから、ほとんど1、2楽章はその頭の想像だけでこう目で見て覚えただけだったんですけど、で3楽章はなった頃にはもう、さらっても練習してもいいっていうことだったんで、普通の通りっていうか自分のいつものようにさらったんですけど、結果としては1、2楽章の方がアンプも安定してたし、ずっとこうはっきりとずっと安定してできてた、仕上がりが全く
違う状態になったっていうことですごいこれは驚きだったんです。またこちらの本なんですけど、伝説的にライフルのオリンピックの優勝者でレニー・バッシュハムってすごいアメリカ人のライフルの人がいるんですけど、その人が With Winning in Mind っていう本を書いてるんです。これもちょっと翻訳が出るかわからないんですけど、その原本のあれをここに出しておきますけど、彼は射撃場が近くにないので、何時間もベッドルームでこう自分で想像してライフルの射撃を 2時間だったかそれぐらい練習したっていうふうに、それで1週間に1回とか1ヶ月に1回とか、その機会がある時に本物のライフルを取って練習したっていうようなことを書いてるんです。私はそんなこと本当に可能なのかなと思いましたけど、彼はそういう本当にやった人ですけども、それからまたパールマンが前マスタークラスの中で自分の頭の中で歌えさえすれば弾けるんだよっていうことをおっしゃってたことがあるんです。でそれを聞いた時に私はパールマンだからね弾けるんですよねなんて思ったんですけれど、もしかしたら彼もそういうことだったのかもしれないんですよね。自分の中で想像して自分の中のイメージトレーニングができたら弾けるっていうことの意味だったのかもしれないんですけど、そんなことがあっていまだにどうしても習慣でバイオリンのケースを開けたらその楽器を触ってそのままさらってしまうということになりがちなんですけども、1、2分でもその楽器を触った時にその楽譜を1、2分でも見てちょっと想像してっていうような練習の仕方を少し始めてみました。どうも私にとってはすごく効果があるようです。下手をすると結構そんなにいつでもこの細かいとこを弾かなくても優しいパッセージだったら弾けますから、下手をすると自分の頭がタイプライターみたいな感じ、タイプをしてるみたいな感じになっちゃう時があるんですよね。タイプライターっていうのはこのレターを見たらそのまま指に行ってそのままやって、だからタイピストの方で内容を覚えていらっしゃる方ってのはほとんどあんまりいないと思うんですよね。ただ単にこのレターを追っていくだけだと思うんですけど、バイオリンもそんな感じになってしまうとやっぱりそういう使い方もできます。だから例えばちょっとしたムービーミュージックだとかそういうのをずっとオケかなんかでやってると、そういう初見でずっとやるっていう習慣だと今何を弾いたかなっていうのが頭に残ってないっていうこともありますから、本当に自分がその曲をものにしたいっていう時は楽器を触らないでも、持っててもいいですけど、ある程度少し弾く前に想像してみるっていう習慣はいいのかなと思ってます。瞑想までいかなくてもいいですけど、それが最近になって私の発見でした。ということで、そのことを忘れないうちにこのビデオにしようと思ってこんな感じで撮っています。ではまた次回にお目にかかりましょう。